はい、今回は、ハイハットの、踏み方とか叩き方について紹介していきたいと思います。はい、まずハイハットはこの2枚のシンバルのこの隙間を、開けた状態にしておくんですけども、これは足で踏んだりとか、あと開けた音、という奏法のためですけれども、これをどれくらい開けておくのかという問題なんですけども、一番開いているところで手の大きさにもよりますけれども、指1、2本くらいを目安にしつつ、足で踏んで鳴らすフットハイハット、これをしっかり鳴らせるくらい開けておくのがいいと思います。でちなみに少しだけ開けるという、スタイルもあるんですけども、これは例えばツーバスとか、ツインペダルを多用する曲を演奏する時とか、こういった時に、使いますけども、基本的には、フットハイハットである程度音量が出せるくらい、開けておいて、で必要に応じて調節していくという感じにするといいと思います。大きな音で演奏したい時は、開け気味にして、で常に小さな音量で演奏するような時は、あんまり開けておくと小さな音量のコントロールが難しくなりますので、少し狭めに開けておくとかっていう感じで、調節していくといいと思います。であとこの2枚のシンバルは、少し傾けたりするんですけども、それは綺麗に同じ角度でぶつかると空気の逃げ場がなくなってパフっていう感じで音が鳴らなくなってしまいますので、下のシンバルのこの形状が最初から波打っててピタッと重ならないようになっているものもありますけども、通常のハイハットですと、この受け皿の方に角度をつけるパーツがありますので、それを回して、必要に応じて、下のこのシンバルに角度をつけておきます。ですので一番空いているところで、指1、2本という感じにするといいと思います。で次は、左足だけの操作についてですけども、基本的に、ハイハットのフットボードに乗せたまま演奏しますので、かかとを軽く上げた状態の時に、2枚のシンバルが、自然としっかり締まるところ、に乗せておくと演奏がしやすくなると思います。これ具体的に言うと、キックペダルの、
ヒールアップのクローズド奏法、これと大体同じくらいのところがちょうどいい感じになると思います。でこれかなり前の方でも、軽い力で、締まるんですけども、今度開けるっていう動作の時に、ちょっとスムーズにいかなかったりしますので、あんまり前の方ギリギリに置かない方がいいかなとは思います。はい。ですので置いてあるハイハットに自分の体を合わせにいくというよりは、自分の足が一番使いやすい自然な動きができるところにそのフットボードの一番いいところが来るようにハイハットを置くっていうように考えていくと、やりやすいセッティングになっていくと思います。で左足だけを使った実践的な演奏は、単に踏んで音を鳴らしたりとか、あとクラシックの合わせシンバルみたいにこういった鳴らし方とか、こんな感じで使いますので、こういった動きをまずは左足だけで練習していくといいと思います。でやり方のポイントとしましては、この踏むだけの奏法はキックペダルのクローズド奏法のように、ヒールアップとダウンで、歯切れよく踏めるようにしていきます。でもう一つのこれのやり方としましては、ヒールアップでもできるんですけども、これは次のステップということで、まずは、ヒールダウンでキックのヒールダウンのオープン奏法の要領でかかとをつけたままつま先で2枚を、ぶつけます。でニュアンスとしてこれとこんな感じで、ぶつけたらすぐ離すというのと、なるべく2枚を重ね合わせて音を伸ばす。という両方、できるようにしていきます。それからつま先の微妙なコントロールが、ちょっと難易度高めですけども、ぜひ挑戦してみてください。では次に、スティックを使った演奏についてですけれども、2枚を締めた状態、これかかとを上げた状態ということですけれども、
これで、スティックのショルダーを使ってこのエッジを叩くという奏法と、あとチップを使って、この上のシンバルのこのボーと呼ばれる面のところを叩く奏法。大きく分けるとこの2つありまして、これを使い分けてさまざまなニュアンスをつけていくことになります。でこれの意識しておきたいポイントとしましては、エッジとボーでタッチが違うというところでして、ボーの部分は、チップを使いますし、割と跳ね返るのに対して、このエッジの部分はあんまり戻ってきませんので、そのタッチが変わってもタイムに合わせて演奏できるようにしていくというところが大事になってきます。ドラムセットはパーツによってこんな感じで全部跳ね返り方が違いますので、それをコントロールするというところがアコースティックドラムの難しい面だと思います。でそれのための練習としましては、まずはエッジとボーで、同じリズムを入れ替えながら正確に叩いていけるようにしていくといいと思います。で最後は、手と足の両方を使った叩き方ですけれども、実践的な演奏としましては、こんな感じで演奏していくんですけども、ハイハットオープンの動きは、叩く時に足を上げるという手と足がこう逆の動きをするっていうところが、ちょっと難しいと思いますので、これもハイハット単体で動きを覚えていくといいと思います。でこれのやり方としましては、叩くと同時に、まずはヒールアップで上げる、で踏んで音を止める、あとヒールダウンでも
うん、このヒールアップとダウン両方、使えるようにしていきます。で、コツとしましてはゆっくりなテンポとか、音階を長くしたいとき、こういう時は体の、バランスを保つためにかかとをつけてつま先だけで開けると、やりやすいですし、逆にアップテンポとか、瞬間的に使う時はかかとを上げて動かすことでキレも良くなってやりやすいと思います。はい、でこれの練習としましては、クリックに合わせて叩くと同時に開ける、で次の拍の頭で踏んで閉じるの繰り返しをやっていきます。これヒールアップかダウンかは、そのテンポとか、やりやすい方を使っていけば、いいと思います。はい、でこれ次は踏んで閉じる時にも叩くという方法で、右手で、支部を叩きながらオープンのところで開けていきます。はい、いかがでしょうか。これ右手を8分で刻みながら、いろんなところでオープンを入れるという練習フレーズを、最後に紹介しておきたいと思いますので、ぜひトライしてみてください。はい、ということで、ハイハットの、踏み方や叩き方についてでした。